はい。今回はですね、ディスクリートシリーズのルーティングについて解説をしていきます。このルーティングなんですけれども、ちょっと難しいものになりますので、詳しく解説をしていきたいと思います。ディスクリートシリーズは通常ですね、初期設定のままですと、マイクのインプットがですね、DAW におけるインプット1番に該当しておりまして、DAW におけるアウトプット1、2がですね、そのままモニターのチャンネルに返っているというような設定になっておりますので、普通に使う分にはですね、いじることなく音をインプットしたりアウトプットしたりすることが可能なんですけれども、このルーティング機能を使うことによって様々な応用が効くようになります。またですね、このルーティングを理解していないとですね、アンテロポオーディオのですね、FPGA-FX を有効に使うことができなかったりですね、ディスクリート4には4つの内部ミキサーがあるんですけれども、これらのミキサーをですね、十分に活用できないということが起こります。ですので、ぜひこのルーティングの機能については覚えていただきたいなと思います。まずはじめに、このコントロールパネルですね。EG パネルというんですけども、このコントロールパネルの説明をしていきたいと思います。上からですね、プリアンプ1番、2番、3番、4番のゲインセクションですね。またファンタムを送れたりですね、ここからマイクエミュレーション、フェーズの切り替えですね、位相反転スイッチがあったりですね。またこのボタンでですね、入力を切り替えたりすることができます。ライン入力とマイクの入力切り替えができます。そしてそれらがですね、そのまま基本的には下に行きます。現在ですね、マイクエミュレーションを使っているので、これはプリアンプ1番という設定ではなく、エミュレーションマイク1番の音がこちらに立ち上がっております。それが AFX、アンテロップの FPGA プラグインにコンプレッサーと EQ で処理された音が、こちらのミキサーのチャンネル1番に、立ち上がっている状況です。現在フェーダーはすべて下げておりまして、このモニターから音は出力されていません。ですが、皆様には私の声聞こえていると思うんですけども、それはこの56に該当しているコンピュータープレイ1、コンピュータープレイ2からですね、私の声が出力されておりまして、それらがですね、今皆様が聞いている音になっています。ですので、マイクプリ2番の音をですね、もしエフェクトをかけて DAW に送りたい場合は、ここからですね、何かコンプレッサーだったりですね、EQ ですね、選択して、そこから入った信号はですね、こちらのミキサーのチャンネル2番に立ち上がっていまして、それがこの DAW セクションですね。クリックしていただくとわかるんですけども、今、プリアンプ2番の音はですね、AFX を通って、このレコード2番というところに信号がルーティングされているというような状況になっております。ですので、このレコード2番っていうのはですね、DAW におけるインプット2番に該当しておりますので、今はインプット2番にこのプリアンプ2の音が行くというような状況になっております。ちなみになんですけれども、これらはですね、別々のものをルーティングできますので、例えば ADAT-IN1 の音をですね、ここ選択していただいて、何かエフェクトをかけたとしましたら、このレコード3番にその音が行くというようなことになります。そしてですね、デジタルアウトのタブをクリックしていただけると、デジタルアウトのセクションを見ることができます。例えば ADAT1 に何か出力したい場合ですね、ADAT1 番のチャンネルはですね、このようにここからですね、例えばコンピュータプレイ1、コンピュータプレイ2の音をですね、出力したければですね、このコンピュータプレイ1と2っていうのは私の今喋ってる声なんですけども、これらを ADAT のチャンネル1番、ADAT のチャンネル2番にアウトプットすることが可能になっています。そしてスピリフも同様ですね。スピリフにもし私の今喋ってる声を返したければ、このようにルーティングしていただけると、スピリフのアウト1、2がですね、今私の喋っている声、出力されるようになります。同様にアウトプット、ラインアウトが 4K とあるんですけれども、それらをここからですね、好きな信号を出力することが可能になっております。マイクプリの音だったりですね、マイクエミュレーションがかかった後の音、今コンピューターで流れている音、ADAT から入ってくる音ですね。ADAT-IN の音。スピリフから入ってくるスピリフ IN の音。というのが選択できます。ミュートは音をミュートする。オシレーターは、オシレーター1、オシレーター2に設定されている音が出力されます。これらはですね、セッティングのこのオシレーターから何キロの音を出力しますか、何 dBFS で出力しますかというような設定ができます。
ここからちょっと難しくなってきます。ディスクリート4にはですね、インプットは4チャンネルですね。アナログのインプットは4チャンネル。そしてデジタルのインプットですね。ここにスピリフ12ってあります。スピリフのステレオチャンネル。そして、このミキサーの8、16を切り替えていただくとですね、こちらに今 ADAT1 から8の信号がルーティングされております。何も入力はしてないので、メーターは触れていないんですけども、これらの信号をですね、このミキサーにルーティングすることが可能になっております。そして、ここから難しいんですけれども、今現在、アナログのインプットは4チャンネル、そしてデジタルはスピリフが2チャンネル、そして ADAT が8チャンネルあると説明したんですけども、これらアナログとデジタル合計して14チャンネル分のインプットできるような設計になってるんですけども、ちょっと意味がわからないかもしれないんですけども、ディスクリート4は物理インプットは16チャンネル存在します。ハテナになると思うんですけども、現在このミキサーは16チャンネル分表示されてるんですけども、このミキサー分ですね、16チャンネル分ディスクリート4には物理インプットが存在します。ですので、アナログデジタル合計で14チャンネルしか入力はできないんですけれども、ルーティングの仕方をひねることによって16チャンネル、このディスクリート4は扱えるということになります。かなり難しい話になってくるんですけれども、今度は DAW に行って説明をします。はい、DAW に来ました。現在ですね、何もこの DAW は設定されていないので、まずデバイスを設定していきたいと思います。まず設定からですね、セットアップの設定からプレイバックデバイス、ディスクリート4、レコーディングデバイス、ディスクリート4。現在、この DAW はディスクリート4で動作しています。そしてこれらは IO セッティングをしないと使えませんので、セッティングをしていきます。この IO セッティングなんですけれども、パッと見よくわからないものなんですけれども、ディスクリート4には物理インプットが16チャンネルあるというふうに説明したんですけども、今 DAW はですね、この物理インプットが16チャンネルあるよっていうことを認識しています。でもですね、何も設定していないので、DAW はこれらの物理インプットをですね、使用可能にできるようにする必要があります。そのセッティングをしていきます。これはインプットなので、それぞれインプットを作っていきます。はい、このようにインプットを作っていきました。16チャンネル分インプットを作りました。これはですね、ディスクリート4の物理インプット1番は DAW のインプット1番に該当しますというようなルーティング、IO のセッティングになります。同様にですね、このあたりですね、6番、ディスクリート4の物理インプット6番は、この DAW におけるインプット6番と同じですよということを、このマトリックスはそのように表示しております。これらをまた複雑に応用することができればですね、例えばなんですけれども、このように、ディスクリート4の物理インプット5番はですね、DAW におけるインプット2番に置き換えることができます。DAW のインプット5番はですね、ディスクリート4の物理インプット2チャンネルに該当するというようなセッティングもできます。ただし、これだと、直感的に理解しづらいので、物理インプット2番は DAW のインプット2番にしましょうというような形ですね。このようにマトリックスで設定をしております。同様にアウトプットも設定していきます。今、ディスクリート4の物理アウトプット、1から16あるんですけども、インプットと同じ数ですね。あるんですけれども、これら物理アウトプットの1番、2番は、この DAW のメインというものに該当してますよというような表記になっています。これらも増やしていきます。はい、増やしました。このアウトプットなんですけども、一旦コントロールパネルに戻ります。先ほどのアウトプットは、このルーティングにおけるコンピュータプレイ1番、そしてコンピュータプレイ2番に該当します。ですので、このアウトプット1番2番はコンピュータプレイ1番2番。このあたり適当に9番10番はコンピュータプレイ9番、コンピュータプレイ10番に該当するということを覚えておいてください。そしてインプットはちょっと複雑なものになってますので、この物理インプット1から16を説明していきます。このインプット1から16のディスクリート4の物理インプットなんですけども、どこから設定するのというのがちょっとだけ分かりづらいものになっております。これらはルーティングするというよりもですね、コントロールパネルに該当するチャンネルに紐付けられている物理インプットになります。これらをちょっと詳しく解説していきます。まず DAW という表記にしまして、こちらを16チャンネル分表示します。そうすると今、ToDAW っていうところがですね、4つ触れているんですけれども、これら左から1、2、3、4、5、6、最後が16になってるんですけれども、これらがインプット1番、2番、
3番、4番、5番、6番というように、ここ ToDAO 信号が触れているものですね。これらが物理インプットの1から16になります。ですので、今私が喋っているこの音ですね。この声なんですけれども、これ今、このミキサー上のチャンネル1番にルーティングされてまして、この音がですね、この DAO の表記で言うと、インプット1番に行っているということがわかります。そしてですね、このコンピュータープレイ12の音はですね、この56にルーティングしてるんですけども、コンピュータープレイ12の音ですね、これ DAO の音が返ってきてるんですけども、DAO の12の音がですね、こちらにルーティングされていまして、なおかつその音が56にまた行っているということになります。ですので、気をつけていただきたいのは、これらの音をまたですね、DAO に返そうとすると、フィードバックするということを覚えておいてください。ルーティングに関してですね、非常に気をつけていただきたいところです。ここまで結構難しい話をしました。この ToDAO に関しては、1番、2番というような表記はですね、この8チャンネルの表記にしないと表示がされないので、ちょっとわかりづらいんですけれども、今、マイクエミュレーションがされた音がコンプレッサーと EQ を返して ToDAO レコード1番に行っております。この ToDAO レコード1番というのは、こちら、インプット1番になりますね。ディスクリート4のレコード1番、物理インプットのことなんですけども、レコード1番は、このインプット1番に該当しております。ですので、この音を入力したければですね、DAO でインプットの1番を入力していただくということになります。先ほど説明した通りですね、このコンピュータープレイ、今私が話している声は、このレコード5番、6番に出力されています。つまり、このインプット56に該当します。これらをもう一度 DAO 上でインプットしてしまうとですね、フィードバックするのでご注意ください。はい。では、コンピュータープレイがアウトプット、そしてこの ToDAO、レコード1番から16番がですね、インプットということを理解していただいたと思うんですけれども、これらをどうやって利用するかというところが肝になってきます。まず一つ先ほど言いましたけれども、プリアンプの3番4番の音は別にエフェクトかけたくないんだけれども、スピリフ12の音はですね、エフェクトをかけて DAO に送りたいなんていうことが起きた場合、エフェクトはですね、エフェクトスタックできる場所は移動できないので、ルーティングを移動させます。まずですね、スピリフイン1、スピリフイン2をこちらにインプットしました。で、これらはステレオで扱っているものと仮定して、リンクします。リンクするとですね、フェーダーがリンクします。なおかつですね、このように、FPGAFX もですね、リンクが可能になります。ですので、例えばコンプレッサーなんかをかけて、リンク状態で、このようにですね、コンプレッサーをいじることができます。この状態で、スピリフイン12に音が流れてきている場合はですね、エフェクトがかかった音がですね、ToDAO を見ますと、レコード3番、4番に返ってくるというようなことになります。でも、その時、プリアンプ3番、4番は、音がルーティングされてないので入ってこないということにならないようにですね、プリアンプ3番、4番をですね、先ほど使っていた、スピリフのチャンネルに置き換えていただくと、プリアンプ3番の音がレコード7番に、プリアンプ4番の音がレコード8番に行くようになります。そしてこれらはですね、DAO の、先ほどスピリフのコンプレッサーがかかった音は3番、4番、マイクプリの3番、4番は7、8に行きます。ですので、DAO 上ではですね、インプット3番と4番をレコードオンにしていただいて、マイクプリの3番はインプット7番に音が来ます。マイクプリ4番の音はインプット8番に音が来ます。ですので、これらのトラックを作ってレコードができるような状態にしてあげるということによって、マイクプリは何もエフェクトをかけずに、スピリフの音をコンプレッサーをかけてレコードするというようなことが可能になります。これらを理解していただければ、ルーティングの必要性をなんとなく理解していただいたと思います。またですね、今はですね、コンピュータープレイ1番、2番の音を聞いていただいているので、これをちょっと下げることはできないんですけれども、これらをミュートしました。そしてですね、これをボリュームを上げていただければ、ダイレクトで音を聞くことができます。ですので、レイテンシー0で音を聞きたい場合はですね、ダイレクトでミキサーを作っていただくことが可能になります。同様にですね、ヘッドフォン2にも同じようにルーティングがされていまして、それぞれ細かく
フェーダーの設定ができます。例えばヘッドホン2の人にはあまり自分の声は返さずにですね、例えばスピリフインの音をたくさん返したいというようなことができたり、ヘッドホン4の人はスピリフの音だけ返してコンピュータープレイの音はいらないよというような、それぞれ聞ける音は、ルーティングされてる音は一緒なんですけども、それぞれですね、このミキサーのフェーダーですね、ソロとかミュートとかいじれたり、パンとかも自由にいじれるんですけれども、これらを個別で設定することが可能になります。ですので、ヘッドホンでですね、それぞれ違う音を聞きたいという場合はですね、メインのルーティングは一緒なんですけれども、それぞれの出力の音量がいじれましたり、パンもいじれたり、ソロやミュートっていうものも可能になってきます。またですね、一番皆様が有効活用したいのが、この AFX のプラグインだと思うんですけども、例えばギターをドライで撮った後、ここに設定されているですね、ギターアンプのエミュレーションを使いたいなということが多々あると思うんですけども、今、アンプとキャビネットを設定したんですけども、ギターのドライの音を、もし、この AFX のアンプを通してもう一度ダウンに戻したいということがあればですね、ギターの音をですね、じゃあこの場合じゃあちょっと15、16に返したとしましょう。ギターのアウトプットを15、16に設定しました。その音をですね、エフェクトをかけたいのであれば、ここのコンピュータープレイをですね、15、16に設定してあげます。そうすることによって、15、16で再生している音は、この AFX を通って、このミキサーを通って、最後、レコード3番、4番に行きます。つまり、ギターのエフェクトがかかった音はですね、このインプット3番、4番に返ってきます。ですので、インプット3番、4番の新しいトラックを作っていただいて、これらをレコードオンにした場合、その音が返ってきます。ですので、その音をレコードすればですね、ディスクリート内部でリアンプが完成します。ディスクリート4にはですね、リアンプの物理アウトプットがないので、もしリアンプをするのであれば、このような形で利用していただくのが現実的かなと思います。ちなみにディスクリート8はですね、もう少し、チャンネルが多くてですね、最大32チャンネルが有効になります。今 USB 接続ですので、24チャンネルまでの帯域制限がかかっておりまして、24チャンネルまでの利用が可能になっておりまして、それぞれですね、1から24まで自由にルーティングすることが可能です。またですね、ディスクリート8には、コンピュータープレイから、例えば3番、4番からですね、ギターのドライシグナルを送っていただいて、こちらをリアンプにセッティングしていただいて、本物のギターアンプに返すっていうことも可能です。また、このリアンプ回路はですね、面白いことにですね、インピーダンスが変えられますので、こちらのモニターモードという風にしていただければ、このモニター2っていうところにですね、新たなモニターを設定することが可能です。ですので、ディスクリート8の場合、ヘッドホンが1、2と2つ、モニター用の出力が1つ、そしてリアンプ用のアウトプットがですね、インピーダンスが変わることによって、モニター用に切り替えることもできます。これはとっても面白い機能だなと思っておりまして、リアンプにした場合はですね、こちらのモニターはリアンプモードという風になって利用はできないんですけれども、リアンプ回路をですね、モニターモードに変更していただければ、こちら、モニター2が有効になります。これはですね、別にモニターにつなぐわけではなくて、また別のところに出力するために使用する内部ミキサーという風に使用していただければ、かなり使い勝手が広がります。例えばですけれども、ライブで2つの音を出力したいなという時があった場合ですね。例えばモニター1には、これら何かまとめた音ですね。コンピュータープレイ1234567 DAW からですね、いろいろな音をまとめて、ここでミキサーでちょっと音量バランス取っていただいて、ライブハウスの卓にまず送りたいチャンネル。もしかすると、ドラマーさんなどはですね、同期を使うときにクリックなどが必要なんですけども、それらをまとめるミキサーがドラマーさんが持ってた場合、これらモニター2からですね、ドラマーさん用のモニター用の音声をこの内部ミキサーで作って、ドラマーさん用にですね、モニターを送るというようなことが可能になります。ちょっと頭をひねるだけで使い方がですね、かなり幅が広がるというのが分かっていただけると思います。ちょっとですね、音声を使わずに説明したので、まだまだ、はてなという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、大まかにルーティングについて解説をしました。ルーティングを理解するために、まず DAW におけるインプットとアウトプット、同じではないということを理解してください。このディスクリート4、インプット、アナログのインプットは4チャンネルですけれども、物理的に可能なインプットは16チャンネルあります。アウトプットもモニターラインアウト、そしてヘッドホン1から4、合計で
14チャンネルありますけれども、アウトプットの物理的な量は16チャンネルあるということをご理解ください。結構ですね、デバイスを見ていただいて、インプットが4つか。で、アウトプットがヘッドホン含めて14個か。つまり4イン、16アウトのものか。というふうに思われたりするんですけども、このディスクリート4、16チャン、16イン、16アウトのインターフェースになっております。実際には、デジタルのインプットを含めたらですね、デジタルのアウトプット、インプットアウトプットを含めると、14イン、24アウトになると思うんですけれども、実際に利用できる物理的なインプット、アウトプットは16チャンネルっていうことを理解していただきたいなと思います。結構難しい話なので、簡単には理解できないものになるんですけども、DAW における IO セッティングのダイアグラムとですね、このコントロールパネル上の ToDAW、そしてコンピュータープレイ1から16の関係性をですね、理解していただければ、使ううちにですね、慣れてきまして、いろいろ応用ができるようになってくると思います。そしてですね、少しだけ注意事項がありまして、今、48キロで動作させておりまして、ちょっと別のインターフェース、8の方に移るんですけども、これらをですね、例えば 96kHz で動かした場合ですね、デジタルアウトはですね、例えば ADAT はですね、96kHz の場合、チャンネル5以降ですね、ADAT5 から8は無効になります。ただし、今コントロールパネル上ではこの無効の表記とかがないんですけれども、このようにルーティングが全くできなくなります。これはなんでかというと、ADAT がですね、96kHz の場合、1から4チャンネルしかサポートしないからです。同様にアウトプットも動きません。アウトプットもルーティングしようとしても何も変化が起きません。ADAT はですね、96kHz の場合、1から4までが有効になります。そして96以上ですね。築2の場合、今度1、2のみの有効になりまして、3から8チャンネルは全く効きません。で、これコントロールパネル上で何かしら使えなくなるみたいな表記、アラートがないので、あれ ?ADAT 使えないって思われた方はですね、必ずサンプルレートを確認してください。サンプルレートが増えることによって ADAT が扱えるチャンネル数が変わります。これは ADAT の規格の問題で、ディスクリートの問題ではないので、解消することはできないのでご注意ください。ルーティングに関しては、初心者の方にとってかなり難しい概念になりますので、応用の使い方をしないのであれば覚える必要はないんですけれども、ルーティングを覚えることによって、ディスクリートシリーズ、かなり使える用途が増えたりですね、今まではできなかったことができるようになったりしますので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。それでは、今回はこちらで失礼します。